初心の気持ちでシンプルに面白いですよね。ずっとやってても飽きない。あ、もうこれで一生生きていこうって。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。お願いします。お願いします。お店始められて2年後ぐらいにミシュラン覆面調査官みたいな、まあ、来はって、やっぱお会計しはるときにまあ、名乗ってくれはって、ああみたいな。サプリ飲むんですよ。多分仕事しすぎて右手がもうしびれるんですよ。普通に営業休んだりしてましたもんね。もう無理すぎて。ナポリではエスプレッソのこのカップがね、めちゃめちゃ熱いんですよ。めっちゃ熱そうにしてますもん。若手のバリスタとかも。こっからしたらですね、これないとこれイタリア産ですね。このやつが1キロですね。玉のやつが500グラムですね。これね、修行時代に使ったこの丸っこいやつは僕がナポリで働いた時のお店のやつと一緒です。まあ朝3キロ、夕方に3キロみたいな感じで切ってますね。ランチ終わりと2回に分けて大体切ったりするんで、これでは1玉 500g って言うじゃないですか。はい、土日とか向こう120キロやから240玉くるんですよ。そう考えるとね、全然ね、こんなんとかもほんまにもう全然全然ですよ。大学卒業してね、すぐ行ったんですよ。22とか23ですね。まあ、お店に行って働かしてくれって言って、オーナーがね、ええぞええぞみたいな、お働け働けって言うてくれたんですよ。めっちゃ笑顔で。そんなら次の日かな、また挨拶行って、は無理やでみたいな。お前あかんわって言われて、なんでみたいな。まあ、機嫌が悪かったわけですよ。その日サッカー負けたんですよ。ナポリのサッカーチームが。それに怒って、そう、もうめっちゃ機嫌悪なってて、次の日行って、あかん言われた次の日行って、ほんならめっちゃ笑顔になってて、おい、ええぞええぞ来い来いみたいな。この人らやばいなと。サッカーの根付き方が半端じゃないですよね、イタリアは。経営者がそっち系の人たちですよ。もうすごかったです。とにかくすごかったですよ。普通にお客さんと普通に喧嘩するし、ピザ職人はそれ見て笑いながらまだやってるわって。イタリアのやつです。イタリアのシチリアっていうところのイタリアの、まあまあこれも有名ですね。でこっちは国産の群馬県産の使ってますね。半分半分ぐらいで割合はやってますけど、食感がだいぶ変わってきますね。いろいろ試しましたけど、まあ、結構これがしっくりくる。ナポリピッツァはダブルアームミキサーでやるっていうのが、まあ、基本ですね。こういう動きする機会ってあんまりないんですよ。日本でも作ってるところがすごい少なくて、多分まだ1社ぐらいしか作ってなくて、僕は基本粉とかもあんま測らないんで、ゴール分かってるんで、アップに持っていったらいいやろみたいな、まあ、それさえ分かってたら別に、まあ、測ってようが測ってまいが
まり寝らへんっていうのが特徴ですね。多分トータルで寝る時間は多分10分ないと思うんですけど、普通のとこ多分20分ぐらい寝ってはると思いますけど、極力この混ぜないっていう。今僕大体これ、7リットルぐらいで寝てるんですけど、ピッツァってリットルで換算するんですよ。ナポリだと15リットルでやるんですよ、1回を。でそれを1日8回とか。仕込む量が半端じゃないんで、いちいち測ってられへんと。何してんねんと、時間ないと。早やれみたいな。最初しかも喋れないんでね、質問したくても質問できひんし、もうよ、お前に言っても無駄やみたいな。とりあえず見とけみたいな。全然持てない。これはひどい。それも含めてやっぱね、面白いんですけどね、自然やな。結局自然に勝てないじゃないですか。ほんでね、巻きがね、もうね、あとも11時ぐらいに届くんで。薪はどこから届くんですか？熊本県です。待つしかないですね。ごめんなさい、タイミング悪かった。すみません。これでいきますよ。まあまあ。いい感じでしょ。だいぶ。僕がオープンした時は西日本最大級で、だいたい2メーター2メーターぐらいの真四角の窯ですね。厨房の半分取ってるんで。だからこの辺とかももう全部特注ですね。これ銅板貼ってすごい窯、いい窯です。おすすめです皆さん。発酵具合によってこの置く場所を変えてますね。ここの温度とやっぱ火からずれたあっちの温度とかで、ちょっと向こうドアがあってちょっと隙間風が入ったりするんですよ。店の中でもあっちに置くのかあっちに置くのか全然変わってきますね、発酵のあれが。マラドーナ好きですね。多分サッカーやってる人でマラドーナ嫌いな人いないと思いますね。僕一番好きなロナウジーノですけど。僕23です今。はい。大学院生ですね。院生です。兄弟の。うちほとんど兄弟生ですね。バイトの子。でみんな家もねこの辺にみんな住んでるんで。僕は農学部でアブラムシの研究してます。将来的にはそっちの。いや全然関係ないところに進もうかな。うちのスタッフで唯一ピッツァ作れるんですよ。一時ほんまにピザ職人なのかって悩んだらしいですけど、俺はね誰々言うたんですけど、だからもったいないな。今は一旦兄弟生でしょ。去年の春に入ったんで1年ちょっとですね。いやでも楽しいですよやっぱりたまに怒られますけど。厳しくはない。厳しくはない。厳しくない。当たり前のことは当たり前にやろうよっていう。全然めちゃめちゃレベル高いことは求めてないです。水牛マリナーラクワトロシェアで水牛先にお願いします。はい。はい、どうぞ。いいよー。
僕もみんな好きですけど、特に娘も大好きで。何や言ったら言ってるの？ピザ食べたい、ナチュラル行きたい。3年生何のピザが好きですか？マルゲリー美味しい時どうするんやった？ Very hot. It might take us a second for it to cool down. 水牛はね出ますね。基本シンプルに一番美味しいですからね。僕も思いますもんね、やっぱり。なんかこれも僕がナポリで使ってたトマトソースとチーズがナポリで使っていたやつと一緒なんで、だから基本はもう一緒なんですよ、味。お待たせしました。あっちゅうでのお客様。あっちゅうです。はい。From Switzerland. London. Okay. China, Shanghai. Co-workers visiting the university. Scientists. Recommended by an Italian colleague. Italian students recommend pizza outside Italy. Yeah, so we thought we should try. It's very good.1日で一番多かった枚数とか200枚ぐらいですかね。でも言うて200枚じゃないですか。ナポリ1000枚でしょ。5分の1ですよ。っていうのがね、やっぱ入ってるんで大したことないなって、は思いますね。全然逆に100枚ぐらい焼かないとなんかなんですよ、心地いいこの疲れというか寝れない日だから、100枚ぐらい焼いたらやっとこう布団入ってまっすぐ寝れるみたいな。もうそれ以下やと結構布団入っても全然ね疲れてないから体が。そう、チーロは僕の師匠がつけた名前ですね。お前名前何やって聞かれて中野健二って言ったらようわからんし、お前チーロなって言われてピッツェリアってのがピザ屋で、ダチーロってのが、チーロのって意味なんで、チーロのピザ屋っていう、
ジでその人はすごいです。レベルちゃいますね。同じナポリピッツァやってるけども全然やばいです。飯みたいな感じです。それこそ20歳の時にイタリア旅行行ったんですよ。ローマとナポリに行って、もうそこでですね完全にもうこれで一生生きていこうって。だって今までそれまではピザは全くでした。なかなか言葉では言い表せられないですけど、シンプルに面白いですよね。ずっとやってても飽きないです。だから僕今仕事でねやってますけど、仕事っていう感覚なくて趣味の延長みたいな、全然苦じゃないですね、働いてるのが。僕の住んでた家のゾーンです。これ洗濯物が山盛りこうバーってあって、これの2階に住んでたんですよ。男3人で住んでましたから、ワンルームに。だからみんなお金ないから、もう家賃を折半すると180なんで、60とか月60、当時だからほんまに7000円ぐらい、7、8000円で住んでたんで、大きいベッドが1つあって、でそこに2人寝て、あとなんかバットを買うてきて、安いやつ、めっちゃ硬いやつ、そうお給料もらえないですよ、学んでるんで、ほんまにもう身を粉にしてただ働きですけど、誰よりも働きましたね。ある日急に俺チーロって呼ばれてるんでね、チーロお前オーナー呼んでんぞみたいな、何々怖いなと、給料いるけみたいな、はいやるわ。そっから毎週ねくれるようになったんですよ。仲間というかちょっと認められたのかなみたいなのがね、今まで日本人で誰も給料もらったことないらしいんですよ、そのお店で。自分が評価されてるっていうね、あれは嬉しかったですね。飲むのでバスで来て私は3回ぐらいかな。ピザやったらもうここの一択でビールにめっちゃ合う。邪魔します。はい、失礼します。ディアボラですね。辛いね。結構辛いね。辛いけど美味しいな。エマちゃんこれにしようか。トマトのやつ。このディアボラは僕大好きでいつも頼んでます。最高です。薪の業者さんです。一番最初取ってたところで、で家も近所で、別にご飯とかも行きます。プライベートで。薪の業者変えてもずっと来てくれるんで。もともと薪をずっと買っていただいてね。そのつながりでなんか仲良くなってる。人柄です最初は若くて始められたんで、雰囲気がちょっとイケイケやったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、もうザ仕事人間みたいな、最初の印象とはもう全然違うんで、顔で美味しいもの作りますから結構ね、周り飲食界隈では本当に有名人ですからね。顔がそう言うてないでしょ。初心を忘れずね、常に初心を書きまして実はイタリアの後もう1カ国行ってるんですよ。シドニーに、1年間行ってたんですよ。当時付き合ってた妻とも一緒に行って1年2人で頑張って、お金貯めて開業資金にしたっていう感じですかね。だから22、23歳ぐらいがイタリアで、24歳、5歳ぐらいがオーストラリアで、このお店やったのも25とか6ですね。妻とはね、高校の同級生ですね。ずっと3年間一緒のクラスで、大学入っても仲は良かったんですよ。ナポリ行ってからですかね、日本語あんまり喋れないんで、周りがね、イタリア人ばっかりやから、たまに電話とかするじゃないですか。リストにあったのが
あの人やってまあそんな感じですかね。ピザしか出さない理由とかある？いやもうシンプルに僕がピザしかできないってのはありますね。まあナポリがそれなんで、ピザ屋はもうピザ屋に食べに行くんですよ。だからレベルすごい高いんですよ。どこで何食べてもある程度美味しいし、だから専門店っぽくしようと思って、ピッツァの発祥がナポリなんで1700年代ぐらいにはもうできてるんですよ。250年ぐらい前ですかね。イタリア発祥でイタリアの人が移民でアメリカ行って、そのアメリカの文化を僕らが受けてるみたいな、なんかこの二重で1個挟んでるんですよ。面白いなと思いますね。こういろんな影響を受けて、まあ、厳密にナポリピッツァの定義っていうのがあって、でまず一つは絶対巻き窯を使うっていう。オーブンとか電気の窯とかガスの窯とかはダメなんですよ。あとはもう道具を使わない、伸ばす時に。だから手だけですよね。こういう綿棒とかそういう棒とかなんかそういうのは使わない。生地も入れていいのは水、小麦、塩で、あとはまあ膨らますイースト菌、これだけです。ナポリピッツァがユネスコの、ね、無形文化遺産で選ばれたりして、結構今はだいぶ広がりつつありますけど、やっぱりまずまあピッツァを僕自身まあ広めたいなっていうので、それでピッツァだけになりましたね。やっぱりまだ日本はね、こう宅配ピザの文化が根付いてるんで、逆に考えるとね、ある程度みんなには根付いてるんで、あとはそれをこうアップデートしていくというか、ね、こう塗り替えていくだけなんで、まあ時間が経てばもっと浸透するやろうなと思いますね。